こんにちは。ようこそタイ Vlog ラジオへ。私はホストのジャ先生です。今回の解説ではただのデータや記事の分析じゃなくて、まるで私たちも一緒に Vlog ツアーに参加しているかのようなちょっとワクワクする旅の体験をお届けしますよ。タイ北東部の文漢県にひっそりと隠された息を飲むような絶景スポットをご案内します。テーマはズバリ安心タイランド、つまりタイの秘境中の秘境、3頭のクジラ川のアドベンチャーです。さあ一緒にこの壮大な自然の驚異に飛び込んでいきましょう。さて突然ですが、7500万年前の森を泳ぐクジラって見たことありますか？もちろん本物の海で泳いでいるクジラの話じゃないですよ。これから私たちが探求するのはなんと7500万年というちょっと想像もつかないくらい途方もない年月をかけて大自然が作り上げた信じられないほど巨大な地質学的な脅威なんです。深い緑の森の中からまるで海面に向かってザバーンと浮上してくるような巨大なクジラの形をした岩、想像しただけでもワクワクしてきませんか？この圧倒的なスケールと自然の造形美こそが今日深掘りしていく最大のテーマです。 OK、 じゃあ具体的にどうやっていくのか、その手順を見ていきましょう。この絶景にたどり着くまでにはちょっとした冒険のステップがあるんです。まず山のふもとに着いたら登録ポイントで必ず受付をします。いきなり自分の足で険しい山道を登り始めるなんて無茶はしないので安心してくださいね。必要な料金を支払ったらいよいよ冒険のスタート。専用のピックアップトラックの荷台に乗り込んでプーシュのめちゃくちゃ急な崖道を一気に駆け上がっていくんです。実はこのワイルドな道のり自体が絶景への最高のプロローグになっているんですよね。気になるのがぶっちゃけいくらかかるのってことですよね。これから旅行を計画する方のためにここで料金をきっちり整理しておきましょう。入場料自体はタイ人観光客なら無料でサービス料の20バーツのみ、外国人観光客は1人100バーツです。そして先ほど言ったあの急な山を登る必須アイテムピックアップトラックは1台往復で500バーツとなっています。さらに面白いのがここにはプロによるドローン撮影サービスまで用意されているんですよ。上空からの息を飲むような映像を残したいって方のために700バーツと1000バーツのパッケージがあります。ちなみに今回のソース元であるジャー先生はご自身でドローンと許可書類をバッチリ持参して撮影に挑んでいますよ。時刻は朝の8時56分。山のふもとにはスナックや食べ物を売るお店がずらりと並んでいて、そこでちょっとした買い物を楽しんでからトラックに乗り込みます。荷台に揺られながら山を登っていくのって本当に言葉にできないくらい爽快なんですよ。ひんやりとした心地よい風を全身に浴びて Vlog の中でもなんだかカキチャクートに向かっているみたいなんて語られています。タイの有名な巡礼地の山ですね。自然の空気を胸いっぱいに吸い込みながら目的地へどんどん近づいていく高揚感、こっちまでビシビシ伝わってきますよね。さあ山頂エリアに到着しました。まず私たちを迎えてくれるのがプーシンのシンボルともいえるルアンポプラシンという巨大な岩です。実はこれただの岩じゃないんです。見る角度によって全く違う2つの姿を見せてくれるんですよ。一方方向から見ると頭をぐっと低くしてしゃがみ込んでいるライオンのように見えます。でもぐるっと反対側に回って別の角度から見てみると、なんと横たわる僧侶の頭、つまり火曜日生まれの守護物である涅槃仏の姿にガラッと変わってしまうんです。一つの巨大な石が視点を変えるだけでライオンから神聖な仏像へ。この自然が作り出した錯覚、いや本当にお見事としか言いようがありません。もちろんこの涅槃仏に見える岩は単なる写真スポットではありません。神聖な祈りの場でもあるんです。 Vlog でもジャー先生はここに到着すると深い敬意を表して静かにマントラを唱えています。ナモダッサバガバトアラハトサンマーサンブッタッサ。これは仏教における基本的な礼拝の言葉ですね。大自然の圧倒的な力を前にしてそっと手を合わせ、その土地の文化や信仰に触れる、こういう文化的な没入感を持てるのもこの場所ならではの大きな魅力ですよね。さあ心も整ったところでいよいよ今回のメインイベントに向かいましょう。ここで重要なキーワードは3。これから向かうのはこの旅のハイライト、3頭のクジラ岩。緑の海から姿を現すお父さんクジラ、お母さんクジラ、そして子供クジラ。この3つの巨大な岩の全貌にいよいよ迫っていきますよ。
ここでちょっと面白い事実をシェアしますね。この3つの岩の中で実は一番表面積が広くて大きいのはお母さんクジラなんです。実際にその上に立ってみると、まるで巨大な広場にいるみたいな感覚になります。その一方でお父さんクジラはというと、遠くから見た時に一番クジラだと分かりやすい美しくて明確なシルエットをしているんです。家族それぞれにちゃんと個性があって、展望ポイントからお互いの岩を眺め合えるようになっているなんて、自然の設計って本当にロマンがありますよね。ここで絶対に忘れてはいけないポイントがあります。それはこの絶景を楽しむための安全ルールです。この岩、切り立った崖の上にドーンとあるので、当局によってかなり厳しいルールが設けられているんです。まず、観光客のために引かれている黄色い線の内側を必ず歩くこと。そして実際に私たちが歩けるのは広大なお父さん岩とお母さん岩の2つだけ。子供岩は見た目は小さくて可愛いんですが、歩道もないし滑りやすくて非常に危険なので、立ち入りは厳しく禁止されています。ルールをしっかり守ってこそ大自然の驚異を心から堪能できるってわけですね。この岩の上からの景色、本当に信じられないくらい素晴らしいんです。ふとあの数字を思い出しちゃうんですよね。そう、7500万です。この圧倒的なスケールの岩が約7500万年前からずっとここに存在していて、気の遠くなるような時間をかけて風や雨に削られ、今の美しいクジラの形になったという事実。私たちが今立っている場所は文字通り地球の歴史そのものなんです。スケールが大きすぎてちょっとクラクラしちゃいますよね。この場所の圧倒的なビジュアルはもちろんクリエイターたちも放ってはおきません。実はここタイでめちゃくちゃ有名な2019年のリージェンシーというブランドのテレビ CM のロケ地にもなったんです。美しいドレスを着た女性がこの巨大なクジラ岩の上で優雅にチャイ、タイの伝統的なシンバルですね、それを叩きながら舞い踊るっていう本当に息を飲むほど美しい映像でした。この CM のおかげでスリーホエールロックの神秘的な美しさがタイ全土に知れ渡ったと言っても過言じゃありません。さてさて、3頭のクジラ岩を満喫したからといって冒険はこれで終わりじゃありませんよ。プーシンの森にはまだまだ信じられないような自然の造形がゴロゴロしています。象の岩、プーシン門、そして三ロイ坊、つまり100の池ですね。まるで大自然が作り上げた巨大な彫刻庭園を歩いているような驚きの連続が待っているんです。早速これらがどんな姿をしているのか順番に見ていきましょう。まずは象の岩、タイ語でヒンチャンです。これただの丸っこい岩の塊だと思ったらお間違いですよ。よーく見てみてください。象の目があって、長く伸びた鼻があって、どっしりとした胴体までもう見事に全部揃っているんです。まるで本物の巨大な象が森の中にどっこいしょと座っているみたいですよね。Vlog の中でジャー先生が思わずバイバイゾウさんって声をかけちゃうのも納得の愛嬌たっぷりな自然のアートです。次に案内されるのは風神門です。岩と岩の間にできた自然の隙間がまるで別の世界へと続く秘密の扉みたいになっているんです。野生の木々に囲まれた細い通路は進んで岩の階段を登っていくと、そこには自然が作り出した見事なエアホール、つまり風穴が現れます。この隙間の真ん中に立って写真を撮るのがここでの定番スタイルなんですが、光と影、そして岩のゴツゴツした質感が相まってめちゃくちゃかっこいい写真が撮れる絶好のスポットなんですよ。そしてこれまた奇妙で美しいのが三ロイ坊です。三ロイ坊っていうのは100の池っていう意味なんですが、階段を気をつけて登った先の展望台から見下ろすと、岩盤に無数の大穴、つまりポットホールがボコボコと開いているんです。これが雨季になると穴の一つ一つに水が溜まって、まるで大自然が用意してくれた天然のジャグジーみたいになるんですよ。水面が夕日を反射してキラキラ光る絶好のサンセットスポットとしても知られています。いやー、自然の力って本当に不思議だし美しいですよね。ドローンでの空撮を満喫して、クジラ岩、象の岩、プーシン門、そして100の池と見どころ満載のツアーでしたが、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいます。実は今回の旅、ちょっと時間が足りなくなっちゃって、忍者の洞窟という絶景ポイントには行かなかったんです。でもジャー先生は次回は絶対に忍者の洞窟エリアでジャンプするぞって明るく約束してくれています。
見逃した場所があるってことは、また次ここに戻ってくるための最高な口実になりますからね。さあ、プーシンの壮大な自然をめぐる私たちの旅もそろそろおしまいの時間が近づいてきました。最後に皆さんに質問です。7500万年前の安心タイランド、あなたならどの絶景から探索してみたいですか？圧倒的スケールの3頭のクジラ岩、視点で姿を変えるライオン岩、それとも天然ジャグジーのような100の池？どれも本当に魅力的で迷っちゃいますよね。今回の解説を楽しんでいただけたら、ぜひジャー先生のタイブログもチェックして彼らの素晴らしい旅を応援してくださいね。それではまた次回の解説でお会いしましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。コプくんか。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。